新潟伊勢丹といえば新潟えっぴん。井口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新潟えっぴんは県内あらゆるところから伝統の技術のある商品とか、今流行っている商品だったり最新の商品を私ども新潟伊勢丹の人間が選品してこちらの商品取り揃えている売り場になります。その中でも今回おすすめの商品があるというふうに聞いてるんですけど、村上の方にグレーンモルトウイスキーを作っている蒸留所があるのってご存知ですか？実はそちらで作った商品がこちらです。瓶がとても特徴的なんですけど、こちらウイスキーを作っている会社さんが専門のウイスキーの会社さんじゃないんです。だからこんな新しいデザインで実はウイスキーを作っているんです。さらにこちらの商品に関しては新潟伊勢丹のえっぴんがコラボレーションして作った特別な一品なんです。こんにちは。こんにちは。ようこそ蒸留所にいらっしゃいました。蒸留所所長の松本でございます。よろしくお願いします。いろいろ気になったんですけど、ここは何が本業の会社なんですか？いろいろやってるんですけども、分かりやすいところで言うと医療器用のレントゲンとか、あと電圧を変える変圧器ですとか、我々本当に異業種で産業機器の会社がウイスキー作ってるというちょっと変わった蒸留所。すごい。私今ですね日本で21人しかいないマスター・オブ・ウイスキーという資格を持ってるんですけども。すごい、21人。そうですね、本当に趣味人としては最高峰のところまでですね行きまして、もう趣味の範囲じゃなさそうなんですけど、でちなみにですねちょっと面白いものがあるんでちょっとどうぞ持ってきてください。ここはですね中身が入った樽なんですけども、この中で大塚ななみさんがサインをしてくれた樽なのでちょっと探してみてください。どこだろう。同期のサインいっぱいあった。すごい。一番上に。目立つところにねちゃんと飾ってあります。美味しくなりますように。失礼します。すごい。ここがですねウイスキーの製造工場になりますね。ちなみにですね、この蒸留機の形ですね、これ実は他の日本のクラフトウイスキー蒸留所とちょっと違う形をしてるんです。ほとんどの日本の蒸留所が作っているモルトウイスキーというウイスキーは原材料が大麦麦芽なんですね。ところがうちはちょっと違うんですけど、どんな穀物でウイスキーを作ってると思いますか？大麦じゃあお米麦芽。なんかいいですね。お米も実はね原材料として使ってるんですけども、うちがメインでやってるのはですねトウモロコシなんですね。トウモロコシか。いわゆるアメリカンタイプウイスキー、アメリカだったらバーボンウイスキーっていうタイプのウイスキーですね。日本で作ったものはバーボンという名前は付けられないので、トウモロコシとライ麦と大麦麦芽、これをブレンドしたものがメインで、アルコール度数がね結構高いのですので、ちょっと気をつけてね飲んでいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。じゃあこれピッツァに置いてるということで、いただきます。すごい。アルコールのピリッとした感じが口にバーってもう一瞬で広がってきて、今喋ってるこの周りの空気が変わったような気がします。これアルコール度数はそんなに高いように思えなくないですか？思えないです。日本のウイスキーをですね、ほとんどもう大手さんも含めて海外原料を使っているのがほとんどなんです。うちは北海道産の伝統コーンを 70% 使ってて、日本の国内で一番国産原料比率が高いですね。で北海道のコーンが非常に甘いので、このウイスキーにも甘みが出てくる。ちょっと確かに、甘みもなんか包まれるような、最後に。そうですね。そしてもう一つ水ですね。アメリカのですね本場のバーボンはライムストーンウォーターといって硬水を使ってるんですけども、新潟県は軟水、しかもこの地区はですね
非常にその水がきれいな地域でございますので、そういった非常に水のきれいな軟水を使って作ったアメリカンタイプウイスキー、すごく口当たりが滑らかで、北海道産の穀物の芳醇な香りがすごく湧き立ってくる、そんなような一品になってます。はい、じゃあそれではですね、今度はハイボールでちょっと飲んでいただければと思います。楽しみです。はすっごいいい香りがします。そうですね。うちのウイスキーはシンダルで熟成してますので、熟成年数が短めでもですね、非常にウイスキーらしい味わいが楽しめます。濃厚な。それではいただきます。甘い。そうなんです。これちょっとゴクゴクいっちゃいますね。うちのこの一年熟成の一品さんに関してはソーダ割りでも美味しいものに仕上がっていると思います。このお上品な甘さならどんどん飲み進められるんじゃないかなって思います。美味しいです。なんかこちらのボトルも、はい、サイズ感とかこのラベルですか、はい、すっごいおしゃれなんですけど、作り方とかいろんなことが試行錯誤の状態から始まったので、この1年もののウイスキーはそういった実験中だよみたいなイメージで試薬瓶に入ってるんですね。そしてもう一つはですね、当社産業機の会社ですので、はい、ラベルをよく見ると方眼紙になってるんですね。本当だ、はい、ノートとかにありそうな。設計者が図面を描くときに使う方眼紙、それがですね、実はさりげなくラベルに使われているという。すごい。ちなみにですね、はい、8月8日に発売される当社初のフルボトル、これがですね、吉田伝材蒸留所スターデルタ2年という商品なんですけど、2年ものからはですね、こういうデザインのボトルになってきます。そしてこのスターデルタという名前ですね、はい、何だと思い気になりまますか？なんだろう、なんかでもすごいかっこいい名前だから、はい、なんかどこかの何かの必殺技みたいな、そうですよね。実はこれトランスの中に入っているコイルという部品の導線の結び方の技術用語をですね、商品名にしているというところです。すごい、はい、結びつきがすごい。さらにはですね、このキャップなんですけど、はい、アルミの削り出しのキャップです。自社生産のキャップですね。さすが伊勢丹が選ぶ一品、はい、本当にもう細部までこだわり、はい、愛情が伝わってきて、はい、すごいいっぱいお話聞けてよかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。お味いかがでしたか？普段イメージにあったウイスキーとはまた違って、はい、ハイボールにして飲ませていただいたんですけど、こう口の中を広がるお上品な甘みがもうすごく美味しくて、はい、今回新潟伊勢丹の一品とコラボしまして、樽丸ごとですね、佐藤さん僕こちらのウイスキー買わせていただきまして、すごい。通常ですと樽を複数ですね、こうブレンドしてウイスキーって作るんですけど、今回樽ごと買ったので、その樽本来の味わいも楽しんでいただけるんですよ。そこに多分もしかしたら上品な甘さの余韻があったかもしれないですね。そういうことだったんですね。はいはい、こちらの商品は、新潟伊勢丹の新潟一品10周年の実は企画で、お作りした商品なので、このシーズンしか、お買い物できない商品になります。今だけなんですね。はい、そうです。今だけです。